はい、こんにちは。すごい道だな。はい、どうも、こんにちは。昨日ね、チャレンジした洗濯棒展望台、営業時間の関係か行けなくて、ちょっと調べてからまたチャレンジしようと思ってたんですよ。で、今日、今、そこに向かおうかなと思ってたんですけど、あれ、よくよくね、ちゃんと調べたら、そのお猿さんのテーマパークがあって、そのテーマパークの中にあるなんか展望台みたいなんですね。だからどうしようかなと思ってたら、近くにですね、四方筋展望台っていうね、また別の展望台があって、そこもね、結構絶景っぽいんで、ちょっとそこ行っちゃおうってことで向かってます。四方筋とか、多分そこら辺のエリア一帯を寒霞渓って呼ぶ場所だと思うんですよね。で、その寒霞渓っていう場所は、まあ渓谷なんですけど、ロープウェイとかでね、登れたりするんだけど、まあ、車とか原付でも行けますよと。その渓谷はなんと日本三大渓谷に選ばれていて、まあ、紅葉の時期とかが特に綺麗らしいんですけど、まあちょっと僕の今の時期はね、初夏なんで、紅葉は見れないけれども、おそらく素晴らしい景色なんで、行ってみたいと思います。やべ、ここに来てガソリンランプ点灯。これから山に行くのに、これ大丈夫かな。まあ大丈夫か。山行って戻ってくるぐらいだったらなんとかなるだろう。いや、すごいよ、これはやばい。超山っていうか、何これ。これが寒霞渓か。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。うおー、すげー、めちゃくちゃ見える。うわー、すごっ。こりゃすげえぞ。あ、集落や。すごい大自然です。すごいぞ、小豆島。あー、坂が結構急や。原付バイクにはちょっときついか。多分問題ないんだけど、ちょっと燃料これ減りが早いんかな、これだと。すごい偏僻な地に来てしまった。まあそんなこんなであと1分ぐらいで到着するはず。なんとか来れたぜ。お、あれじゃねえか、あいつだ。やべえ、貸し切りかもしんない。これ誰もいないぜ。最強王、ここでいっか。こんな、お、はいはいはい。あ、展望台もまたあるんですね。ここは大観峰って場所ですね。行かすんじゃないですか。うわ、すごっ。こりゃすげえ。おお、すごっ。うわ、夕日もでもまだいいか、昨日より。これは相当やばいぞ。うわ、落ちたら死ぬやつや。うわ、これやば、怖っ。危ないよ。ここは危ない。こんな感じでこっちに行けるけど。
よっしゃ、いい感じに夕日が沈んできたんで、もう一個の展望台行ってみたいと思います。いやー、この大観望めちゃくちゃ絶景だった。すごい景色。いや、怖いけどね、結構怖い。足すくむけど、いやでもここはめちゃくちゃいい。ぜひ来てほしいですね。こうやって見るとやっぱり小豆島は山に囲まれてるというか、山の島ですね。かなり緑が目立つ。すげえのが現れた。おお、かっこいいねこれ。展望台かこれが。よし、ちょっと登ってみよう。すごい洒落てる展望台。ここを登ってよっしゃー、着いたけど夕日どこ？夕日が、俺の夕日はどこなんや。というわけで夕日は残念ながら見れなかったんですけれども、いかがだったでしょうか。夕日に関してはね、これから梅雨が明ければどんどん見れると思いますので、よかったらいいねボタンもしくはチャンネル登録よろしくお願いします。今回数々の小豆島の絶景スポットに行ってきました。小豆島にはたくさんの絶景スポットがありましたので、皆さんもぜひ小豆島に来てください。そして絶景スポットを訪れてみてください。このチャンネルでは原付バイクで日本各地の絶景スポットを巡って現地の情報をお届けする、そんなようなチャンネルになっております。今後ともよろしくお願いします。というわけでまた次回の絶景でお会いしましょう。バイバーイ。